希望ナンバーはできない国が多いんですが、日本ではできるですから嬉しいです。申し込む前にはいつもこのナンバープレートメーカーを使ってます。そして県の限定のプレートがあります。全国のデザインプレートもあります。今年は大阪エクスポ2025年のプレートです。それから今年も立ち上がれ美しい日本というプレートを申し込むことができます。色バージョンでも黒白バージョンでもあります。私が住んでる県には特別なデザインプレートはないんですから、私がこの黒白花デザインプレートを選びました。希望ナンバーの4170はアルトのアルファベットの形に似ている数字を選びました。希望ナンバーを申し込んだ後にはプレートを取るまでは3週間ぐらいかかります。新しいプレートを引き取るために管轄する運輸支局行かないといけませんでした。前のプレートを外した後にはこの機械に落ちないといけませんでした。その後、事務手続きが必要で新しいプレートをもらえます。プレートの黄色周りを隠すために私がこのプレートのナンバープレートサラウンドを買いました。この黒い周りは簡単にプレートに作るです。費用は1000円でした。実際の希望ナンバーとデザインプレートは8000円ぐらいでした。そうすると次は金額の概要を説明します。前のエピソードには車両の基本とエアフィルターキットは65万7500円になりました。今回新しいライセンスプレートは8000円。ライセンスプレートサラウンドは1000円と、この後説明するのキャビンエアーフィルターエレメントも1000円です。合計金額に1万加えたら66万7500円になります。キャビンエアフィルターエレメントの交換は他の車と同じアルトでも難しくない作業です。まずはラフボックスを開けてサイズのフックを外してグラフボックスがもっと開けられてキャビンエアフィルターのところが見えてカバーを外します。そしてフィルターエレメントが簡単に取れます。いい空気品質のため中古車を納車後には私はいつもフィルターエレメントを交換します。新しいフィルターを取り付けたら向きが正しい気をつけてください。このエピソードで以上です。